ファイナルファンタジー14御年13歳今更始める選択肢ってあるのか。おはいえなし。この動画はリリースして13年目を迎える国内最強の MMORPG ファイナルファンタジー14を今更始める意味はあるのか。14ナンバーワン YouTuber が真剣に考える動画です。動画の構成としてはそういうの考えるに至った経緯、結論、正し書き、この3点で参ります。いつも以上に思い入れが強いテーマなので最初の経緯パートがちょっと長いですがご容赦ください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まず14について30秒喋った後、私のこれまでの悩みについて1分半喋ります。ファイナルファンタジー14とはスクエアエニックスが開発運営する多人数同時参加型オンライン RPG、いわゆる MMORPG で、プレイヤーは光の戦士となってエオルゼアという世界を舞台に他のプレイヤーと協力交流しながら冒険するゲームです。各メーカーはプレイ人口を公表しないので推定ですが、おそらく国内 MMO では最大手。海外に目を向けても北米、欧州、それとサーバーは独立しているので一緒には遊べませんが、中国、韓国でもプレイされており、世界的に見てもトップクラスの MMO です。最近ではソロでもマルチでも遊べるゲームを意識しており、メインシナリオについてはほぼソロで進められるような設計になってます。超最低限な14の紹介は以上。続いて私の身の上話です。私は FF シリーズを派生作品含めほぼ全てプレイしてる FF オタクでしたが、もともと14だけは音ゲーなんて FF じゃねえって最後まで毛嫌いしてました。14は現在拡張パックが5つ出ていて、その4つ目で一度物語が完結しています。一度完結するならやってやるかと思い、21年9月頃から14プレイしだしたところ激ハマり、14の面白さを広めたい衝動に駆られ、翌年22年にノリで YouTube チャンネルを立ち上げ、現在は当初以上にゴリゴリ運営中。そういう意味ではガチで人生変えられたゲームです。ただ14のパッチリリース間隔は約 4.5 ヶ月とやや長め。これまで14後発組である私はパッチリリース直後は最新パッチのコンテンツをプレイし、端境の時期は過去コンテンツをプレイ、つまりマジで一生14やってたんですが、興味ある過去コンテンツをおおむねやりきったところで久しぶりに別ゲーにも手出したくなってきました。これが8ヶ月前で、これまで300本以上据え置きゲーばっかプレイしてきた据え置きゲー原理主義者でもあった私は手癖でまたそういうのやろうと思ったんですが、国内の据え置きゲーの弱体化もあってアレルギー強かった世界にも手出さないとこの先食べられる娯楽がなくなってしまう。嫌いなジャンルにも手出してみるか。その方が14の面白さをより多角的に語れるようになるしなと思い、プロゲームズの名著中華のソシャゲーというよりによってダブルで嫌ってたジャンルに手を出した。これが7ヶ月前。そしたら想定外の完成度に激ハマり。これが半年前。こんな中華のソシャゲがおもろいなら業界最大手も手出さんとなと思い、ミホヨのスタレとゼンゼロに手を出した。これが2ヶ月前。そして名著スタレゼンゼロの6週に1回という変態リリース頻度を待ち望みつつ、少なくとも来月出るアークナイツなんたらかんたらも手出すかみたく、中華のソシャゲが日常と化している。これが現在の私です。で、私はこの間あることをずーっと考えてました。中華ソシャゲというこんな高品質な娯楽にジャブジャブ使っている人に対して、あるいは今の時点で使ってなくともそういうゲームがライバルとして並ぶ昨今、14の何を売りにどう遊ぶことを進めたらいいんだろう。てか進められるのかな14。誰も私にそんな役割期待してないのは100も承知で、これは私が勝手にやりたがってることで、当チャンネルのコンセプトは限りある時間でみんなと最高のゲーム体験を。面白そうなゲームが氾濫する中、私がガチで面白いゲームを見つけて、そのゲームの存在やゲーム体験を共有することで、多忙な皆さんが可処分時間で最大限面白いゲームを味わえること、これを実現したいと思っています。で、私が面白いと思ったゲームは全人類やってほしいと思って発信してるので、常々非課線には漂白者や開拓者になってほしいし、逆に漂白者や開拓者には非課線になってほしいと思っています。ただ名著もスタレもリリースから1年から3年弱の気鋭の作品、基本プレイ無料、リリース周期は6週間、そして名著はグラ最強、スタレはシナリオ最強、強すぎ、本当に14押せるのかとずっとモニョモニョしてました。で、ゼンゼロやらブルプロやら逆水管やらごちゃごちゃいろんなゲーム一通り触れたところで一定の結論が出たので共有します。ファイナルファンタジー14は今も始める価値があります。時代遅れでも何でもない。正し書きはつくんですけど、それは後に回すとして、まず始める価値があるって根拠、要は今時のゲームよりも明確に14が優れてる要素をご紹介します。2つ、バトルがいいから、シナリオがいいから。陳腐な言葉ですが、この2つにつきます。私目線それ以外はないです。14はバトルやシナリオの他にも着せ替えやらハウジングやら写真撮影やらクラフトやら釣りやら麻雀やら遊び方がいっぱいあるんですけど、朝食シミュレーション目的に名著やんのか、マネー坊主目的にスタレやんのかって話と同じで、そんなん訴求ポイントにはならない。なんなら遊び方いっぱいってむしろ押し方として興味逆効果だと思っていて、こういう単体では売りになりにくいサブコンテンツはそのゲームの核となる要素に激ハマりして、この世界でもっと楽しみたいって思った
時に初めて機能するものだと思ってます。で、核となる要素って何かっていうと、話戻ってバトルおもろとシナリオおもろです。まずバトルおもろからいきます。おもろもクソもまず14のバトルってどんなもんなのかわかんないとアピールしようがないのでご紹介。14は基本的にはボスバトルが主で1戦10分ぐらい、多くの場合8人で1パーティー編成して敵の攻撃を受け止めるタンクロールが2名、ダメージを回復したりあるいはダメージに先立ちバリアで味方を守るヒーラーロールが2名、そして敵にダメージを与えることに全力を出す DPS ロール4名で構成されます。戦闘中常に攻撃やら防御やら回復アクションが使えるので、各々が切れ目なくずっと使い続けつつ、さらに敵が攻撃を仕掛けてくるので、それを避けたり避けずに適切に対処します。この適切な対処っていうのが非常にバラエティ豊かでいくつか例示するんですが、例えばこの攻撃8人にエンハイ上のマーカーがついた後、一定時間後にそのエンハイにダメージが入るため8人で被らないように3回します。14はヒーラーがいる関係である程度の被弾は前提としてギミックが設計されてたりします。今回のケースだと1人食らう分にはセーフ、2人被って食らうと死ぬみたいなダメージ量になってる感じですね。続いてこの攻撃シンプルにめちゃくちゃ痛い全体攻撃が続くので、ヒーラーは各種ヒールスキルを駆使して全力ヒール、タンクはダメージ軽減スキルや無敵スキルを使用してヒーラーを支援、 DPS もなけなしの自衛スキルを使いつつタンクとヒーラーを信じて殴る。見た目こそシンプルですが、いつ何のヒールスキルをどういう順番で使うか綿密に計画しておかないとダメージ量がきつすぎて簡単に全滅させられる難関ギミックです。さらにはこの攻撃頭上に完成概念が発生するので、他の人とくっついて火のモンスターを合成、水のモンスター持ちのプレイヤーが中央の魔法陣の上に乗り爆発対象、ボスから半面への攻撃が来るので立ち位置注意、お袖バフ持ちプレイヤー中心にエンハイが爆発するので3回して回避、完成概念持ちは適切な人とくっついて雷と風のモンスターを合成して、今何言ってるかさっぱり分かんなかったですよね。中身なんてどうでもよくて、言いたかったのは最初に紹介したような反射的にキャラを動かしたりスキルを実行して何とかするギミックから、今回紹介したような脳トレみたいな極悪パズルギミックまで、14のギミックはバラエティ豊かであるってことです。で、そういうギミック処理を行いつつ高難易度コンテンツでは時間制限があるので攻撃スキルを回し続けなければいけません。ただそこにもジョブごとの特性があって、例えば近接攻撃主体の文句ならいかにギミック処理しながらボスから離れずにスキルを回すか、栄唱が必要な黒魔同士ならいかにギミック処理しながら体を動かさずにスキルを回すか、それぞれ工夫して動く必要があります。火力を詰めるためのそのコンテンツでの最適なスキル回しも追求していく感じですね。一戦約10分の戦闘において敵の攻撃はタイムラインに基づきほぼ固定なので、やればやるだけ分かりやすく上達する努力の報われやすさも特徴の一つだと思います。というわけでそのコンテンツのバラエティ豊かなギミックに対処しつつ、各ジョブそれぞれに備わる最適なスキル回しをそのコンテンツベースに最適化していく、これらが上達していく過程と、あとはチームでクリアした時の喜び8倍ってやつが14のバトルの面白さです。っていう説明、私は60点だと思ってます。っていうのも今言った要素だったら今もう他のゲームに十分パクられてるんですよね。この前紹介した逆水管にもありましたし、ブループロトコルスターレゾナンスなんてもっと節操なくて、中断スキルとか頭あり攻撃とか14で見たなってシステムてんこ盛りでした。じゃあそれが売りなんだったら今となっては新しいそっちのゲームやればいいんじゃないの。逆水管だってブルプロだって MMO でしょ。チームで達成した時の喜びだって得られるわけじゃんって思うんじゃないでしょうか。6割合ってるんですけど、私はそれらと比べても14が圧倒的に勝ってる点があると思っていて、それは何かというと、これちょっと言語化が怪しいんですが、バトルのトータルコーディネート感です。逆水感とかブルプロ、あとインディーズのゲームで14のバトルギミックの部分だけ引っこ抜かれたゲームとかあるんですけど、それプレイしても元々のゲームが面白いからまあそれだけでも面白いんですけど、やっぱ14には及ばんなって感じます。じゃあ何が違うのかというと、そのボスと戦うまでの経緯、ボスデザイン、スキル名、スキルエフェクト、 BGM、サウンドエフェクト、これら一連とバトルギミックがマッチしてるんですよね。例えばこのボスコンテンツ、四天の座アルカディア霊式クルーザー級3層、魔物の魂を注入した闘士同士で戦うアルカディアという行幸で、主人公が頂点を目指すストーリーの一環で戦うボス、ブルートアボミネーターです。このボスと戦う前、主人公はブルートボンバーという悪役プロレスラーと戦い彼を退けます。で、この悪役レスラーが色々あって不治の病にかかっていることが後に判明して、彼は死ぬ時はリングで的な勢いで主人公に決死のリベンジマッチを仕掛け、カトブレパスやらサイクロプスやらベラドンナやらいろんな魔物の魂を取り込んで異形の姿になり果て襲いかかってくるという経緯です。そういう感じなんで、ビジュアルが一つ目だったり、栄唱完了時にボスが見てると石化する攻撃したり、スタを使ったラリアット攻撃を仕掛けてきたりします。メインギミックの一つ、ソーンデスマッチは彼の悪役レスラーの時の技、チェーンデスマッチをなぞらえた技で、ボスと味方1名を茨でつなぎ、つながれた人は一定距離以上離れると即死するので、その人だけは一定期間接近した状態でギミック処理しなきゃいけないという攻撃です。
です。 BGM は悪役レスラーとして戦った時の BGM バーニングソウルズのボーカル付きアレンジノットアフレイドが流れ場を盛り上げます。このアルカディアクルーザー級3走専用曲でこの悪役レスラーの覚悟がにじむ歌詞になっているっていう感じ。この例で言えば他のゲームがパクってるのってボスと味方1名が線で繋がれるから離れないようにっていう骨の部分だけであって、14はそういうギミックに対する肉付けがゲームのあらゆる要素から行われている。だから没入感が強くて面白い。これが14のバトルの面白さであり、この要素×チーム戦という掛け算で見た時に現状14を上回るゲームを私は知らない。だからこそ13年目迎えた老舗ゲームでも全然押せるっていう理屈です。伝わったかな。リリース間隔が長いだけあって一つ一つ本当に丁寧に作り込まれてます。後追いする分にはリリース間隔の長さなんて気になりようがなく、今時の人がやっても私がそうだったように片っ端からやりたくなるポテンシャルはあると思ってます。14のバトルは私マジで世界一だと思っていて、別にそれは私の盲信ではなく界隈のゲームにパクられまくってる状況こそがその勝者だと思ってますが、いやいや面だけパクったやつプレイしても私やっぱ本家が一番に思えるよ。なぜならってところを言語化したかったのでだいぶグダグダ語っちゃいました。伝わってると幸いです。で2点目のストーリーが面白いって方なんですが、こっちは一転して私の苦手分野なんで、すげえふわふわした言い方になるんですけど、やっぱ面白いですよ。私中華ゲーでまだ一度も泣いたことないんですが、14ではメインシナリオで5回泣きました。そもそも私が音ゲーの14だけ嫌いな FF オタクだった時に NHK で FF のキャラ人気投票の企画があって、そこで6位に14のエメトセルクってキャラがいたんですよ。誰やねんこのおっさん。ティーダとかセフィロスとか上回る人気ってマジなんなのって思ったんですけど、14プレイして納得しました。こんなシナリオならそりゃ人気出るわ。伊達に完結まで8年経ってなくて、プレイヤーの分身である光の戦士がエオルゼアという世界の一都市に1回の冒険者として降り立ってから、そのエオルゼア全体を救うまでの道筋を本当に一切の駆け足感なく体験できます。14はガチャではなく月額課金制なので、だからこそのどっしり感というか、例えばチャプターごとにピックアップキャラでーすみたいなキャラが出てきて、そのキャラがその時だけめっちゃ活躍するわけでもなく、適切な人数の登場人物がすごく長いスパンで丁寧に成長活躍していきます。世界設定の作り込みも尋常じゃなくて、そのこだわりはいわゆる世界設定集みたいな資料だけじゃなくて、その辺の NPC 一人のセリフにも現れていて、これは優劣つけられる話ではないんですが、 AI 導入すれば NPC と無限に会話し放題やんっていう思想を持つゲームではなかなか味わえないゲーム体験かなと思います。特に私が好きっていうか助かってんのが、本当に作り込みは強烈なんですけど、それが決して押し付けがましくないところ。世界設定に浸るのが好きな人だとクエストやるためだけに一人で強くてニューゲームやるぐらいの出来栄えであるにもかかわらず、ぶっちゃけ国家とか文化とか思想とか力関係とかあんまよく分かってなくてもヒューマンドラマとしてめっちゃ楽しめる。あと起承転結がかっちりしていて、言葉選びとかも素直で分かりやすい。ややこしくすればそれっぽくなるとか、そういうのに逃げずに魅力的な世界、面白シナリオを10年以上提供し続けてくれた重みを味わえると思います。ちょっとストーリーはそんぐらいしか言えないわ。非課線の皆さん、14のストーリーの何がいいかコメントお願いします。というわけでまとめると、プレイヤーがより没入できるようトータルコーディネートされたバトルがおもろい。月額課金制で10年もどっしりと積み上げてきたストーリーがおもろい。これが今いろんな面白ゲームが世にはびこる中で、あえて13年前にリリースされた14を始める理由になり得ると私は思います。で、ここまでのご紹介がホワイの部分、なぜ14をやるかってところで、ここからがハウの部分、どうやってやるかってところのご紹介です。いや、どうやらもクソもいつも通り概要欄からダウンロードしてね、フリートライアルありますよじゃないのって思うかもしれませんが、そこは13年選手ならではの問題があります。それは何かっていうと、このゲーム序盤が、先日私のチャンネルのコメントでこんなんいただいて、乱暴に言うと中華ゲープレイしてるけど14やってみた、でも楽しみ方がわからん、仲間と戦ってる感覚えるのダンジョンぐらい、神聖のストーリー一向に終わる気配がないって感じ。めっちゃわかる。絶対そう思うはずだもん。特に短期にパッと楽しめる中華ゲーをプレイしてきた人ならなおさらそうだと思います。ここに対するコメントなんですが、ストーリーとバトルのうちまずバトルから言うと、さっき私が例示したようなバトルのトータルコーディネート感、これは後半のコンテンツになればなるほどしっかりしていて、逆に言うと前半はって感じです。さらに前半はジョブのレベルも高くないので、ジョブごとの使えるスキルも少ないため、ジョブごとのスキル回しの最適化とか言うけどキャラ打ってるだけじゃねえかみたいな状況になりがち。もちろんいきなりスキル重くそ覚えた状態で投げ出されても何使えばいいかわかんねえよってなると思うので、ある程度プレイヤーの成長曲線に寄り添うのも大事なんですけど、現状ジョブのスキルが増えるスピードもコンテンツサイドの難易度の傾斜もめっちゃなだらかなので、今時のゲームスピード感に順応できてる人だとどこかだるく感じる時が来るんじゃないかなと私は思います。
。これがバトルの方。一方でストーリーの方はもっと深刻で、このゲーム最初が神聖、その後の拡張パックで蒼天、紅蓮、漆黒、行月、黄金計6つのバージョンに分かれてるんですが、これは完全に私目線で見た世間の評価なんですが、悪い、いい、普通、超いい、いい、悪いって感じです。最初の神聖の評判めっちゃ悪いんですよね。現に私も14プレイ当初、何がおもろいねんこのゲームって思いながらプレイしてました。これ要因が2つあって、1つはそもそも冒険者が旧姓とかそういうスケールの話の前に小石積み上げるフェーズだから、どうしても地味になりがちなので受けないがちってのが1つ。もう1つはこの時期って安定稼働に向けて炎上しまくってた時期なので、なんとか形にすることが精一杯で、そもそも品質がそんなに高くないっていう経緯。そんな経緯なんて我々にはどうでもよくて、言いたいのは序盤の申請はしんどい。もちろん全員が全員申請が面白くないって思うわけではなく、むしろ一冒険者として小石を積み上げていく申請のフェーズが好きって人も私は何人か知ってます。で、こういうこと言うと絶対に言われるのが、始める前から申請がつまんないとか言ってくだらない先入観を植え付ける方がどうかと思うっていうカラリプが飛んでくるんですけど、それでも私は申請はって言った方がいいと思っていて、っていうのもそれを聞かずに14を始めたプレイヤーが申請のクエスト中に14ってシナリオが面白いんじゃなかったんって思い、生地高くなっていた期待値とのギャップに心へし折られてリタイアする人の方が多いと思うからです。特に最近のゲームやってる人なんか始めて数十分で面白くなかったら投げちゃうんだから、絶対無理。その申請パートがよりによって十数時間あるのが進める側としては本当に目の上の単行部です。もちろんクッソうざいぐらい繰り返すんですが、14のシナリオは1回の冒険者が世界を救うまでの物語を丁寧に描いたものだ。どっしりとしたシナリオを味わうぞっていう気持ちで申請をプレイすれば、そのフェーズを楽しめる人もいると思います。でも完全にこれは私の想像ですけど、そういうモチベで13年前のゲームに自ら飛び込める人って、そもそも私のチャンネルなんて見てないと思うんですよね。こんなタイパ感あるチャンネルの外れゲーを引きたくないというモチベで見るような動画なんて。そうじゃなくて、今この動画を見てる人、かつすでに14プレイヤーじゃない人ってどんな人かっていうと、原神スタレ全ゼロ名著なんだっていいんですけど、そういう中華ゲー美味しいしてる人が、なんか家なしがちょいちょい14話題にしてるけど、それ今更やっても楽しめんのって思ってる人が大半なんじゃないかな。そういう人なら8割以上序盤は楽しめないと私は思います。だから我慢してくれ。神聖のラスボス倒して次の蒼天に移る前の某クエストで流れ変わってから私は面白くなり始めたからと言います。あとはちょっとあれですね、コメントにあったメインシナリオをマルチでやってる感がない。これはぶっちゃけそういうもんですね。メインは大部分がソロでプレイするものなので、進捗をいつまでも合わせるの多分無理ですから、メインは一人で黙々と進めた方が良くて、サイドのバトルコンテンツをみんなでワイワイやるのをおすすめします。ここまでの私の考え方を踏まえて具体的な遊び方の一例の紹介です。14は今言った6つのセットのうち前半3つまではフリートライアル版つって無料でプレイできます。ちょいちょい機能制限ありますが、気にする制限はありません。まずはこのフリートライアル版を使って愚直に申請から始めてみるのをおすすめします。申請最初十数時間は我慢だよという私のコメントを踏まえて申請やってみてください。で、別に面白くなくはなくないと思ったら、あなたはラッキー。そのままやればよし。どうせ3つクリアするまで一生ただなんだし。そうじゃなくて途中でうわきっつってなったら、もしストーリー目当てだったら申請終了までは我慢してプレイ。もしバトル目当てだったら B プラン発動。コンプリートパックと行月の冒険録と好きなジョブの冒険録、行月編、この3つを買ってください。この3つを買うと何が起きるかというと、まずメインシナリオが最新一歩手前、行月終了直後までクリア済みの状態になります。さらに任意のジョブのレベルが90まで上がるので、そのジョブで黄金のメインクエを全力スキップしながらプレイしていけば、そのジョブのレベルは100になりますし、最新まで追いつきます。これで晴れて現行プレイヤーと同じ進捗で14のバトルコンテンツを楽しめます。合計で12000円弱しますが、高い買い切り型のゲーム買ったか、あるいは推しキャラ1人引いたと思ってもろて、バトル目的なのであれば最新コンテンツ楽しんだ方が絶対面白い。あと単純にそっちの方が人が多くて早めにバトルがマッチングしやすいのもあるので、ケチらず金の力で最新まで来てもらえればと思います。14はストーリー面白いって言いますけど、私の視聴者にもストーリー全スキップしてバトルだけ楽しんでるって人もたくさんいます。その多様な遊び方を受け入れる懐の広さも14なので、バトルは面白いはず。面白くなかったら私に毒づいてください。以上です。リリースから13年経つ14はシナリオバトル両面で依然としてプレイする価値があるゲームです。ただし多くの人にとってはおそらく序盤が苦痛になると思うので、まずはただの範囲なんだし、序盤の小石積み上げフェーズに取り組んでみることをお勧めします。我慢できなければ、そしてバトル目的であれば優勝アイテム買ってとっとと最新に追いついてプレイすることをお勧めします。13年前にリリースされた14は細かくグラフィックや足回りのアップデートを続けているので、まだまだ余裕でプレイできると思います。
まあ言うてかなり踏ん張りが必要な提案なのは分かってます。一人でも飛び込んでくれれば一緒と思って発信しました。あと言うならあれですね、月額課金制だけあってプレイヤーのコミュニティの治安は信じられないほど最強なので、その辺の人に質問しても絶対快く答えてくれるし、私も配信の時だったら答えます。非課戦の方、14を今進める魅力があればぜひコメントください。今やってない人はやってみようと思ったか、あるいはやってみた感想などなどコメントください。当チャンネルはファイナルファンタジー14ナンバーワンチャンネルでもあるので、14プレイしてみる人はもちろん、今回見送るけど横目で動向見ようかなって人もぜひチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。